秒でわかるトランプ関税。貿易赤字が減らないな、せや。関税かければいいんじゃねえ。50% だ。関税ですか。わかりました。じゃあ、50% 値上げします。はあ、関税って俺たちが払うの？全然赤字減らないやんけ。物価上がって支持率下がっとる。まあそうなりますよね。その関税は違法返しなさい。ぐぬぬ。ということで払った関税返してください。いや、それ払ったの俺たちだよね。今ここ。どういうことか詳しく説明します。1、トランプ関税。2025年2月の衝撃。トランプ大統領は2025年1月20日の就任直後から動き出しました。2025年2月、彼は国際緊急経済権限法 IEEPA という強力な武器を使い、議会の承認を飛ばして独断で追加関税を発動しました。中国には 60%、日本を含むその他の国には一律 10% から 20% という、これまでの常識を覆す高関税を課したのが始まりです。2、値上げ企業が耐えられる限界を超えた。企業は当初、自社でコストを吸収しようとしましたが、10% を超える関税は利益を吹き飛ばします。2025年6月、任天堂は新型ハードの任天堂スイッチ2をアメリカで発売しましたが、関税の影響で予約開始が延期され、最終的に米国内での販売価格は想定より大幅に引き上げられました。アップルやトヨタなどの巨大企業も同様に、2025年後半にかけて製品価格を 10% から 15% ほど上乗せし、全ての負担が消費者のレジに回されました。3、米国民負担年間16万円の家計直撃。米国のシンクタンクの試算によれば、この関税政策によりアメリカの1世帯当たりの年間負担額は平均1050ドル約16万円増加しました。トランプ氏は相手国から金を取ると言いましたが、実際にホワイトハウスの国庫に振り込まれた年間約2640億ドル約40兆円の正体は、アメリカ国民が買い物のために支払った隠れた消費税でした。4、赤字が減らない理由。ドル高と報復の連鎖。関税をかければ輸入が減るはずでしたが、現実は逆でした。アメリカに投資が集まってドル高が進んだため、アメリカ製品は海外でさらに高くなって売れなくなりました。さらに、日本や中国、欧州が報復関税としてアメリカ産の農産物や航空機に重税を課したため、アメリカの輸出も激減しました。結果として、2025年度の米貿易赤字は過去最大規模を更新し続けるという皮肉な結果に終わっています。5、物価上昇と支持率低下。2026年の不満爆発。2025年後半から2026年初頭にかけて、アメリカのインフレ率は再び 4% 台に跳ね上がりました。卵やガソリン、そして子供へのクリスマスプレゼントであるゲーム機まで値上がりしたことで、トランプ氏の支持層である中間層の怒りが爆発しました。2026年3月の世論調査では支持率が 30% 台まで急落し、ホワイトハウス内でも焦りが見え始めました。6、最高裁判決憲法違反というレッドカード。2026年2月25日、事態は急展開を迎えます。米連邦最高裁判所は、トランプ大統領が関税の根拠とした IEEPA 国際緊急経済権限法の使い方は、議会の権限を侵害しており憲法違反であるという歴史的な判決を下しました。大統領が勝手に関税を決めるのは違法というレッドカードです。7、還付26兆円の返還パニック。この判決を受け、アメリカ政府はこれまで不当に徴収した関税を企業に返さなければならなくなりました。還付対象額は利息を含めて約1650億ドル約26兆円に上ります。2026年4月20日、米税関当局は膨大な返還申請を裁くための新システムを稼働させましたが、あまりの申請数に現場は混乱を極めています。8、任天堂の訴訟政府への全額返還請求。任天堂の米国法人である任天堂オブアメリカは、2026年3月にアメリカ政府を提訴しました。スイッチ2などの輸入で支払わされた膨大な関税を、利息をつけて一刻も早く返せという内容です。これに続く形で、世界中から1000社以上の企業がアメリカ政府に対して一斉に提訴を始めています。9、米国民の任天堂に対する訴訟還元をめぐる泥沼。ここで話は終わりません。2026年4月、今度はアメリカの消費者が任天堂に対して集団訴訟を起こしました。政府から還付金をもらうなら、その分高くなったスイッチ2の代金を俺たち消費者に還元しろという主張です。企業は政府と戦い、国民は企業と戦うという、地獄のような三つどもえの構図が出来上がりました。10、なぜグダグダと言われるのか。結局、この政策は誰も幸せにしませんでした。国は裁判に負けて多額の利息付きで金を返す羽目になり、企業は訴訟費用とブランドイメージ低下に苦しみ、国民は一度上がった物価が下がらないことに絶望している。まさに貿易赤字を解消するという当初の目的が完全に消え失せ、地方行政民間全てが訴訟と返金手続きに追われる壮大な時間の無駄になったことが、グダグダと言われる最大の理由です。いかがでしたか。とりあえず日本への影響は最小限に収まりそうではあります。それで良かったとするのか、それとも